なんで商談ドタキャンしたのよ。居酒屋のカウンターで遅い夕暮れを見つめながらビールを飲んでいた時だった。店内に響き渡る怒号に常連客たちが一斉に振り返る。背後から聞こえた声の主は取引先、感動観光の社長令嬢、七瀬銀貨。普段は凛とした佇まいの彼女が今は髪を乱し肩で息をしていた。高級ブランドのジャケットはシワだらけで、ハイヒールも片方だけかかとが欠けている。いつもの優雅な立ち振る舞いは影を潜め、まるで追い詰められた獣のような眼差しで俺を見つめていた。クビになったんです。思わず漏らした言葉に彼女の怒りに満ちた表情が一瞬で凍りついた。店内の空気が重く沈む。嘘でしょ？彼女の声が震える。その手はカウンターの端を強く掴んでいた。今朝、突然呼び出されて、部長が私の資料にミスがあったと。グラスを握る俺の右手がかすかに痺れる。5年前の後遺症だ。その時、彼女が一歩前に出て、まっすぐな瞳で俺を見つめた。高級ブランドの香水の匂いがかすかに漂う。私、あなたのためなら何でもする。思いもよらない彼女の言葉に、俺は顔を上げた。蛍光灯に照らされた彼女の瞳には、決意の色が宿っていた。起業しましょう。私が全面的にバックアップする。資金も人脈も、すべて私が用意するわ。俺は無職から一転して起業家へ。そして、俺と彼女の人生の逆転劇が、今始まりを告げるのだった。しかし、その時はまだ知る由もなかった。黒田部長の執着。5年前の事件の真相。そして、彼女の心に秘められた思いが、俺たちの運命を大きく変えていくこと。俺の名前は、大六信長。テーマパークの企画、運営を手掛ける会社、シメオンランド株式会社の営業部で働いている。シメオンランドは、遊園地やアミューズメント施設全国に展開しており、毎年数百万人の来場者に笑顔を届けている。俺は入社以来5年間、営業部で様々な企画を担当してきた。そして1年前、ついに憧れの取引先である感動観光株式会社の担当に抜擢された。老舗の観光バス会社である彼らは、全国のテーマパークへのツアーを企画している業界最大手だ。観光ツアーの企画は、まさに感動を形にする仕事だった。家族連れや修学旅行生の笑顔を思い浮かべながら、ツアーのコースを練り上げていく。旅行代理店からの要望を丁寧に聞き取り、それを実現可能な形に落とし込んでいく。その過程で、時には深夜まで資料と向き合うことも。でも、出来上がったプランを見た時の充実感は何者にも代え難い。ありがとう。このツアー本当に良かったわ。先日、あるお客様からそんな感想をいただいた。普段は表に出ることのない営業担当者の耳にそんな声が届くことは珍しい。でも、たった一つの言葉で全ての疲れが吹き飛んだ。この仕事には確かな手応えがある。人々の思い出作りに関われることが俺にとって最高の誇りであり、やりがいなのだ。そんな俺だが、最初から順風満帆だったわけではない。入社したての頃、大きな代償を払うことになる出来事があった。終電間際の駅で酔っ払いに絡まれている女性を見かけた。俺は迷わず助けに入った。女性は無事だったが、揉み合いになった際に右腕を強くひねられ、俺は人体を損傷してしまった。手術は成功し、一見すれば普通に動く。でも、天気の悪い日や疲れが溜まった時には、突然痺れたように動きが鈍くなる。キーボードを打つ指が思うように動かず、カタカタと不規則な音を立てることもある。そんな後遺症のせいで、入社2年目の春は散々な目にあった。大口の取引先との商談資料で、単位の打ち間違いを何度も繰り返してしまったのだ。この程度のミスも見逃すなんて、君に任せて大丈夫かね。取引先の担当者からそう言われた時は、胃が焼けるような思いだった。せっかく練り上げた企画案も、些細なタイプミスのせいで信頼を失いかねない。一生懸命に謝罪しても、相手の目は明らかに冷ややかだった。それでも諦めなかった。むしろ、その悔しさが転機となった。後遺症という言い訳は一切せず、自分にできる対策を一生懸命考えた。業界用語の定型文を作り、
数字は必ず電卓で再確認する。資料は印刷して見直し、さらに音読までする。そうやって少しずつ自分なりのチェック方法を確立していった。そして2週間かけて自分専用のフォーマットを作り上げた。入力規則で数値の桁数を制限し、よく使う業界用語や定型文はショートカットキーで呼び出せるようにした。重要な箇所は赤字で強調し、確認用のチェックボックスも設けた。随分と手の込んだものを作ったじゃないか。ある日、黒田部長がそう声をかけてきた。当時の部長は俺のことを気にかけてくれる上司だった。君の几帳面さは必ず武器になる。そう言って、さらにフォーマットの改良点を提案してくれた。部長の言葉通り、このフォーマットは俺の強みとなった。チェック項目を一つずつ潰していけば、たとえ右腕の調子が悪い日でも、確実に品質の高い資料が作れる。そのうち、取引先からは、第六さんの資料は安心して見られる。という評価をいただけるようになった。プレゼンの場で相手の表情が曇ることも少なくなり、企画の本質的な部分での議論が増えていった。その結果、大口案件を次々と獲得。半年も経たないうちに営業成績は部署でもトップクラスになっていた。第六君の資料作成術を部内で共有してくれないか。部長からそう依頼された時は正直驚いた。かつてはミスだらけだった俺が他の社員の手本になれるなんて。でも、それが本当の転機だった。自分の経験を共有することで部署全体の業務品質が向上していく。それを見た経営陣の目にも俺の仕事ぶりは確かに止まっていたのだ。その営業成績が評価され、感動観光の担当に指名されたのは去年の春のことだった。なぜ第六なんだ。人事発表の後、黒田部長が社長室で食い下がっていた。感動観光は私が5年も担当してきた大切な取引先です。それをあんな若造に任せるなんて。黒田くん、第六くんの実績は目覚ましいものがある。去年の新規開拓案件はほとんど彼の功績だろう。それに、感動観光の七瀬社長からも直々に指名があったんだ。社長の言葉に部長の表情が歪んだ。しかし、銀貨さんとの商談を任せるには、まだ経験不足では。その時、応接室のドアが開き、感動観光の前任担当、山岡部長が入ってきた。黒田くん、第六くんなら大丈夫さ。彼のミスのない仕事ぶりは、うちでも評判なんだ。それに君も知ってるだろう。彼が作る資料の完成度の高さを。山岡部長の太鼓判に、黒田部長は何も言い返せなかった。ただ歯を食いしばり、握りしめた拳を震わせるばかり。そんな経緯があって、俺は感動観光の担当となった。引き継ぎの席で、黒田部長は珍しく感情をあらわにしていた。第六くん、何か粗相があったら、すぐ担当を戻してもらうから。正直、なぜそこまで感情的になるのか理解できなかった。ただの取引先の担当変更なのに。でも、すぐに全ての謎は解けた。初日の商談、普段なら間違いようのない会議室の場所を何度も確認しながら歩いていた。本社ビルのエレベーターを降りると、そこには七瀬社長と並んで、凛とした佇まいの女性が立っていた。銀貨さんだ。彼女の存在は社内でも有名で、20代半ばにして観光事業部の責任者を任されている秀才らしい。肩にかかるショートカットが凛とした雰囲気を引き立てる。色白な肌と華奢な体つきはどこか儚げな印象を与えるが、その瞳には真の強さが宿っていた。その時、俺は部長の異常な反応の理由を完全に理解した。あの凛とした美しさ、知性と優雅さを兼ね備えた佇まい。誰もが心を奪われる存在に、部長もまた例外ではなかったのだ。銀貨さんは俺の顔を見ると少しだけ目を丸くした。が、すぐに笑顔に戻った。第六さんですね。お噂は伺っています。シメオンランドの期待の星とよくお名前を聞かせていただいていました。初対面の挨拶を交わしたとき、そんな過分な評価に思わず耳が熱くなる。銀貨さんのまっすぐな視線に照れくさくて目をそらしてしまった。会議室に向かう途中、緊張からか右腕が震え始めた。慌てて資料を左手に持ち替えようとした瞬間、ファイルが床に散らばってしまう。あ、私が。銀貨さんがかがんで資料を拾おうとするのと同時に、
俺も慌てて右手を伸ばした。だが、具合の悪い腕は言うことを聞かない。ぎこちない動きに、銀貨さんの眉がわずかに寄る。この腕、もしかして動かしづらいのですか？あ、はい。申し訳ございません。でも、仕事に支障はありませんから。いえ、そういう意味じゃなかったんです。こちらこそ申し訳ありません。これくらいなら、私がお手伝いさせていただきます。そう言って、彼女は散らばった資料を手際よく整理してくれた。あれから3ヶ月。毎週金曜日の商談は、俺の密かな楽しみになっている。企画の細部まで意見を出し合い、時には熱い議論を交わす。鋭い指摘の中にも、優しさが滲む彼女との時間は、心地よい緊張感に満ちていた。利き腕のことを気にしているらしい彼女の様子に、時折戸惑いを感じることもある。でも、それも含めて、この1年の金曜日は、かけがえのない時間になっていた。ある日の帰り際、黒田部長が声をかけてきた。大六くん、ちょっといいかな。何気ない声色だったが、その目は笑っていない。昔の温かみのある眼差しはいつの間にか消えていた。銀貨さんとの商談は順調かい？はい、特に問題なく。そうか。そうか。部長は机の上の予定表を見つめながら、わざとらしく咳払いをした。実はね、私も同席させてもらおうと思ってるんだ。若手の指導という意味でもね。あ、申し訳ありません。銀貨さんから、できるだけ少人数で行いたいと言われていまして、その言葉に部長の表情が一瞬こわばった。なんだって？まさか大六くん、私を締め出そうというわけじゃないだろうね。声のトーンが明らかに変わる。実は先日、銀貨さんから聞いていたのだ。以前から部長は頻繁に商談に割り込もうとしてきて、食事にも誘われて困っていたと。いえ、そういうわけでは。前は私が担当だった時は、よく一緒に食事に行ったものさ。銀貨さんの好きなワインも覚えているんだ。イタリアンの店も知ってるし。部長、俺は静かだが、毅然とした声で遮った。申し訳ありませんが、これは業務の話です。銀貨さんも純粋にビジネスとして接したいとおっしゃっていましたので、その言葉に部長の表情が完全に崩れた。君なんかに何がわかる？ただのミスばかりの後輩が、急に実績を上げただけの若造が。感情を抑えきれなくなったのか、部長は声を荒げた。廊下に響く声に周囲の社員が振り向く。慌てて部長は深いため息をつき、声を落とした。いいか、大六くん。完璧な資料ばかりが商談じゃない。人と人とのつながりこそが大切なんだ。特に、銀貨さんとの関係は大事にしないとね。俺は深く頭を下げた。はい。ご指導ありがとうございます。エレベーターに向かう部長の背中を、俺は寂しく思いながら見送った。かつての良き指導者はいつの間にか俺の前から姿を消していたのだ。金曜日の午後2時、俺は最後のチェックリストにチェックを入れた。感動観光との新規プロジェクトの資料だ。何度も見直してミスの入り込む余地は完全に潰した。その時だった。大六くん、実はちょっと頼みたいことがあるんだ。この資料をコピーしてきてほしい。それぞれ100部ずつだ。その後、資料をまとめるのも任せたよ。申し訳ありません。今から商談なので。何？断るのか？部長の声のトーンが一段上がった。その意地の悪い口調に、俺は言葉を飲み込んだ。こう言い出すと、部長は俺が何を言っても聞き入れてくれないことは、ここ最近嫌というほど経験してきた。承知しました。少し遅れる旨、連絡させていただきます。そうだ、わかってるじゃないか。予想通り、部長の仕事は手間取った。やっと解放されて、銀貨さんとの商談に向かったが、すでに予定の時刻を1時間以上過ぎていた。申し訳ありません。こんなに遅くなってしまって。いいえ、でも次の予定もあるから。銀貨さんは、受け取った資料に軽く目を通すだけで、商談を切り上げざるを得なかった。後で詳しく確認するわね。そう言って、彼女は慌ただしく会議室を後にした。これが、彼女との最後の会話になるとは、その時は思いもしなかった。月曜日の朝、いつもより早めに出社した俺の机に赤いポストイットが貼られていた。至急社長室まで。胸騒ぎを感じながらエレベーターに乗り込む。重たい扉を開けると、社長の隣には人事部長の姿があった。
そして窓際に黒田部長が立っていた。第六君、感動観光から君の作った資料について厳重な抗議があった。社長が重々しい声を上げる。その言葉に血の気が引いていくのを感じた。資料の売上予測の誤りにより、来期の修学旅行の受け入れ人数を大幅に見余ってしまったそうだ。すでにシメオンランドのアトラクションやホテルの予約を抑えてしまい、数千万円規模のキャンセル料が発生する可能性がある。七瀬社長は大変お怒りでね。え？そんなはずはない。あの資料は何度もチェックした。確認用のエクセルシートまで作って、数字はすべて照合済みのはずだ。社長、これは単なるミスの問題ではございません。数千人規模の修学旅行が絡む重大な問題です。会社の信用に関わります。一歩前に出た部長の声には、どこか勝ち誇ったような響きがあった。第六君の過去の経歴をご存知でしょうか？入社当時から数値の入力ミスや単位の取り違いなど、初歩的なミスを何度も繰り返しておりました。当時は若さゆえの過ちとして温かく見守ってまいりました。しかし、このような重要な取引先との案件で同じようなミスを犯すとなると、これは単なる過失では済まされません。部長が深いため息をつく。俺は一生懸命反論しようとしたが、だが、部長の畳みかけるような口調がそれを許さない。さらに申し上げれば、近年の大口案件の制約も全て銀貨さんのご好意があってのことかと。こんなずさんな仕事をする社員にあのような重要なお客様を任せていたことがそもそもの間違いだったのかもしれません。その言葉に社長が目を細める。私からの提案です。このような事態を招いた責任を取っていただき、第六君には即日退職していただくのがいいかと。感動観光様への謝罪もその方が筋が通るというものです。先方の社長はかなりご立腹ですから何か誠意を見せませんと。静寂が降りる。人事部長が小さくうなずくのが見えた。第六君、残念だが君との契約は本日付で終了とさせてもらう。社長の声が冷たく響く。待ってください。確認させてください。私の資料がそんな重大なミスを。俺は一生懸命に食い下がった。資料を見せてもらえれば必ずどこかに説明がつくはずだ。すべてのデータは何重にもチェックしています。売上予測も過去3年分の実績から算出し、市場動向も加味して。もういい。社長の一喝が響く。結果として数千万円の損害が発生する。これは取り返しのつかない事態だ。せめて資料を確認させてください。必ず原因を。第六君。部長が遮るように前に出る。これも君のためだ。次はこのような失態を繰り返さないことだね。まあ、次があるかどうかはわからないけど。その言葉に込められた意味を理解するまでどれくらいの時間がかかっただろう。気がつけば俺は段ボール箱を抱えて会社を後にしていた。行きつけの居酒屋で俺は空いたジョッキを見つめていた。金曜日の午後7時、本来なら銀貨さんとの商談を終えた頃のはずだ。カウンターの向こうで店主が無言でジョッキを拭いている。常連客の俺の様子がいつもと違うことに気づいているのだろう。でも今は声をかけられたくなかった。スマートフォンを取り出してはまた戻す。銀貨さんには会社を辞めたことは伝えられていなかった。銀貨さんの連絡先は会社貸与の端末に入っていた。それが使えなくなった今、連絡しようにも連絡先がわからないのだ。たった一本の電話もできないのか。5年間働いた会社、一生懸命信頼を積み上げてきた仕事、そして何より毎週楽しみにしていた銀貨さんとの商談、すべてが氷のように溶けて消えていく。今頃どんな顔をしているだろう。待ち合わせの会議室でいつものように凛とした姿勢で資料に目を通している銀貨さんの姿が頭に浮かんでは消える。ふと店内のテレビから感動観光の企業 CM が流れてきた。思わず目をそらす。こんなにもただ声が聞きたいと思う人がいるのに、たった一言説明する機会さえ与えられないなんて。グラスを傾けながら俺は虚しく笑った。明日からどうすればいいのか。そんなことを考える余裕すらまだ持てずにいた。もう一杯。グラスを差し出したとき、背後から聞き覚えのある声が響いた。そこにいたのね。振り向いた先には銀貨さんが立っていた。いつもの凛とした佇まいとは違い、
少し乱れた様子で息が上がっている。なんで今日来なかったのよ。激しい怒りを含んだ声に店内の空気が凍りついた。カウンターに座っていた常連客がそっと席を外していく。約束していた企画書も送られてこない。電話にも出ない。メールの一つもよこさないで。すみません。携帯は会社のものだったので、連絡先がわからず。言葉を絞り出すようにつぶやく俺に、銀貨さんの表情が変わった。どういうこと？俺は黙ってグラスを見つめる。伝えなければならない。でも、この人の前でクビになったなんて言葉が、どうしても口から出てこなかった。大六くん、お願い、ちゃんと説明して。銀貨さんが、俺の隣に腰掛ける。肩に触れた手が、かすかに震えていた。クビになりました。やっと絞り出した言葉に、銀貨さんが息を飲む。金曜日の資料に致命的なミスがあって、七瀬社長、お父様が激怒されたと部長が。え？嘘でしょ？クビだなんて。困惑に満ちた声を銀貨さんはこぼす。そうか。彼女には知らされていなかったのか。思わずため息が漏れてしまった。人の思い出作りに関われることが俺の誇りだった。たとえ表には出なくても、誰かの人生の節目に自分の仕事が少しでも関われている。そう思えることが何より嬉しかったのに、グラスの水滴を指でなぞりながら俺はつぶやいた。5年間積み上げてきた全てが一瞬で崩れ去った虚しさが今更になって押し寄せてくる。その時、銀貨さんがまっすぐな瞳で俺を見つめた。大六くん、一からやり直さない？どういうことですか？起業するのよ。コンサルティング会社を立ち上げましょう。え、コンサルティング？そう。大六くんの資料作成の技術とプロジェクト管理手法は業界でも評判だったわ。紙面オンランドの看板がなくても十分に勝負できる。銀貨さんの声には揺るぎない確信があった。でも、お客様も実績も。案件は私が紹介するわ。父の会社だけでなく、うちと取引のある旅行会社にも声をかける。大六くんの評判を知ってる会社は多いはず。私が保証人になれば、すぐに仕事は集まるわ。テーブルに置かれた彼女の手が少し震えているのが見えた。それでも、その声は力強い。最初の事務所も私が手配する。起業に必要な人脈も紹介できる。何より、少し言葉を切って、彼女は微笑んだ。毎週金曜日の商談だって続けられるじゃない？その言葉に胸の奥が熱くなる。諦めかけていた希望が小さな灯火のように揺らめき始めた。そして、桜コンサルティング株式会社の看板を掲げてから1年が経った。銀貨さんの助言もあり、まずは俺が得意とする観光業界向けのコンサルティングに特化することにした。資料作成のノウハウを生かしたデータ分析と現場の目線を大切にした企画提案。その独自の手法は徐々に業界内で評判になっていった。さすが大六さんの資料ね。一目で状況がつかめるわ。取引先の担当者からそんな言葉をもらえるようになると、自分の選択は間違っていなかったと確信できた。起業時に銀貨さんが紹介してくれた会社とのプロジェクトも順調に進んでいる。ミスのない仕事という評判は口コミで広がっていった。俺の作った資料フォーマットは業界内で第6メソッドと呼ばれるようになっていた。事務所も手狭になり、都内の一等地にある新しいビルに移転した。社長、新しい案件の相談が入ってます。秘書の声に顔を上げると、応接室には新しいクライアントが訪れていた。かつての部下だった営業マンも俺の評判を聞きつけて転職してきてくれた。確実に会社は成長している。それは銀貨さんが蒔いてくれた種が一つ一つ芽を出している証だった。金曜日の午後3時、ドアをノックする音に思わず背筋が伸びる。いくら社長になったとはいえ、この時間の来客に緊張するのはいつになっても変わらない習慣だった。失礼します。凛とした声とともに入ってきた銀貨さんの腕には、いつものように分厚いファイルが抱えられていた。社長、お茶が入りました。秘書が差し出した紅茶に銀貨さんが頬を緩める。ここの紅茶、本当に美味しいね。実は、これは彼女の好みを覚えていて取り寄せた茶葉なのだが、そんなことは言えない。秘書が出て行くと、
銀貨さんが資料を取り出す。今日の議題は、修学旅行の企画についてでしたね。早速だけど、資料の説明に入らせてもらうわ。毎週金曜日の銀貨さんとの商談。それがまだ続けられているという事実が、時々夢のように感じられた。でも、机の上に広げられた資料を見れば、これが現実だとわかる。俺たちはまた新しい感動を作ろうとしているのだから、毎週金曜日の商談が終わった後、いつの間にか二人で食事に行くことが習慣になっていた。最初は近くの小料理屋で、仕事の延長のような会話を交わしていた。でも、少しずつ話題は仕事を離れ、お互いの趣味や思い出話へと広がっていく。ある夜、いつもの居酒屋で二人きりになった時のこと。ねえ、大六くんは私のことをどう思ってるの？突然の問いかけに思わず手が止まる。ドキッとした心臓の鼓動を一生懸命抑えながら、俺は銀貨さんの表情を伺った。それは。私は好きよ。予想もしない言葉に、俺は目を見開いた。銀貨さんは、まっすぐに俺を見つめている。あなたの仕事に対する姿勢がね。俺の動揺した様子に、銀貨さんがくすりと笑う。まあ、変な勘違いしないでよ。でも、本当のことを言うと、私、大六くんに出会えて本当に良かったって思ってる。おちょこを両手で包みながら、銀貨さんは続けた。今まで私って、ずっと社長令嬢って呼ばれて、父にも過保護に育てられて、先日なんて、私が担当した企画書にミスがあったの。本当は、私の確認不足だったのに、父は担当者の説明が悪かったんだろうって、他の人を責めたのよ。銀貨さんの声が少し震えた。それに企画の承認も、他の社員なら何度も質問されたり、修正を求められたりする案件なのに、私が出すとすんなり通っちゃう。銀貨が言うならって。でも、それって本当に私の実力を認めてくれてるわけじゃないでしょ。おちょこの中の酒を、彼女はじっと見つめている。周りの人たちも、私のことを腫れ物扱い。社長令嬢だからって、誰も本音で話してくれない。意見が対立しても、最後は銀貨さんの言う通りかもしれませんって、このまま、ただの社長の娘で終わってしまうんじゃないかって。私の意見が通るのも、きっと父のおかげなんでしょって、自分でもそう思ってた。一度深く息を吸って、銀貨さんは言葉を継ぐ。でも、大六くんは違うの。私のことを、ただの社長の娘じゃなくて、一人の営業担当者として見てくれる。それに、あなたの第六メソッドって、すごく論理的で、説得力があるでしょ？私それに憧れたの。数字の根拠、リスク分析、全部が整理されていて、私もそれを真似してみた。そうしたら、少しずつ周りの反応が変わってきて、銀貨さんの瞳が輝きを増す。初めて自分の力で評価してもらえた気がしたの。社長令嬢だからじゃなくて、一人の営業担当として、それって全部大六くんのおかげ。少し照れたように微笑んで、銀貨さんは付け加えた。まあ、父はまだまだ過保護だけどね。それは今でも変わらないわ。銀貨さん、俺にできることがあれば言ってください。もし、企画の内容でおかしいところがあれば、遠慮なく指摘させてもらいます。それに、もし何か悩みがあれば、いつでも聞かせてください。本当？約束してくれる？私が何か間違ったことをしていたら、ちゃんと言ってくれる？はい。銀貨さんのことを、一人の優秀な営業担当者として、そして、大切な人として、正直に向き合わせてもらいます。その言葉に、銀貨さんの目が潤んだ。ありがとう。あ、もうこんな時間。ごめんなさい。私そろそろ帰らないと。今日は変なこと言っちゃって。立ち上がった銀貨さんは、いつもの凛とした表情に戻っていた。でも、タクシーのドアを開ける前に、少しだけ振り返って。でも、本当よ。大六くんのこと、仕事ぶりのことだけど、すごく好きなの。私にそんなこと言う資格なんて、ないかもしれないけど。そう言って去っていく後ろ姿を見送りながら、俺の中で何かが大きく動き出すのを感じていた。そして、彼女の最後の言葉に込められた本当の意味を、まだ理解できていない自分がいた。そして金曜日の午後、
銀貨さんとの商談の前に、元いた会社、シメオンランドとの商談が入った。お待たせいたしました。応接室のドアが開く音に顔を上げると、そこには思いもよらない人物が立っていた。黒田部長。第六君、いや、第六社長様か。黒田部長の声には皮肉めいた響きが混じっていた。シメオンランドの新規プロジェクトの打ち合わせとは聞いていたが、まさか彼が来るとは。随分と立派なオフィスじゃないか。社長室からの眺めもいい。窓際まで歩みながら、部長は嫌味を込めたような声色で言った。しかし、つい最近まで私の部下だった人間が、まさか独立して社長になるとはね。はい、たくさんの方々からご支援があったおかげです。にこやかに答える俺に、部長は一瞬だけ表情を歪めた。そうか。感動観光との取引も順調なようだね。何気ない声色だったが、その言葉に込められた何かが、俺の背筋を寒くさせた。ええ、まあ。銀貨さんともよく会うんだろう。部長の口元に不気味な笑みが浮かぶ。君も随分とずぶとくなったものだ。あれだけのことがあったのに、まだ彼女と取引を続けるなんて。あれだけのこととは？ははは、まさか本当に知らないのか？部長が俺の方を向く。その目には、底意地の悪い光が宿っていた。君を首に追い込んだのは、その可愛い銀貨さんなんだよ。資料のミスを、真っ先に七瀬社長に告げ口したのは彼女だ。そんな、言葉が出ない。銀貨さんがそんな風に言うはずがない。君は彼女の手のひらで踊らされてたんだよ。社長令嬢様は、自分の気に入らない相手を、自分に甘い父親に告げ口することで、次々と排除してきた。私が知っているだけでも、何人もの営業マンが辞めさせられているよ。そんな、嘘です。銀貨さんがそんなことをするはずがありません。だって彼女は、父親が自分に甘いことに悩んでいました。それだって、君を騙す手の一つなんじゃないのか？え？君は知らないだろうが、感動観光は新規事業の認可を狙っている。大規模な観光開発プロジェクトだ。でもそのためには、一度言葉を切って、部長はため息をつく。実績のある観光コンサルティング会社との連携が必要なんだ。七瀬社長は、新参の会社なんて認めたがらない。でも、銀貨さんが推薦する会社なら、わかるかい？その言葉に胸が締め付けられる。考えてみろよ、第六君。部長は腕を組み、椅子の背もたれに深く寄りかかった。なぜ社長令嬢があそこまで君に尽くす？会社を辞めさせられた相手に、ここまで肩入れする理由があるのか？おかしいと思わないか？その言葉が、これまでの疑問を一気に呼び起こす。銀貨さんほどの人物が、なぜ新米の会社に融資の保証人になる？事務所の手配まで買って出る？普通に考えておかしな話だろう。部長の声が冷たく響く。若くして観光事業部の責任者になった優秀な銀貨さんが、たかが元社員一人のために、ここまでリスクを背負う？そんな話があるか？確かになぜ？心の中で浮かび上がる疑問が消せなくなっていく。それに君、なぜ彼女がそこまでしてくれるのか、一度も疑問に思わなかったのか？七瀬家の令嬢がクビになった元社員と、考えただけでも笑えるよ。君は彼女にとってただの使える駒なんだ。操りやすい、都合のいい駒だ。その時、応接室のドアが勢いよく開いた。黒田部長。銀貨さんが震える声を上げる。部長は一瞬驚いた表情を見せたが、すぐににやりと不敵な笑みを浮かべた。おや銀貨さん、今のお話すべて聞いていましたか？部長はゆっくりと立ち上がり、銀貨さんに近づいていく。その姿は、獲物を追い詰める猛獣のようだった。まあ、聞かれても構いませんが、真実はいつか明らかになるものですからね。黙ってください。銀貨さんが強い口調で遮る。これ以上の誹謗中傷は、名誉毀損で訴えさせていただきます。それに、全会社の機密情報を無断で漏らすことも、重大な契約違反になりますよ。その凛とした声に、部長の表情が一瞬こわばった。もういい。今日はこの辺にしておきましょう。部長は肩をすくめ、応接室を後にした。その背中には、どこか敗北を悟ったような影が見えた。重たい沈黙が流れる。
応接室には俺と銀貨さんだけが残された。第六くん、私。銀貨さん。俺は静かに、でもはっきりとした声で告げた。部長の言ったこと、全部嘘だって分かってます。え？だって、銀貨さんを知ってるから。銀貨さんの目が大きく開かれる。あの日の商談で見せた戸惑い。起業を手伝ってくれた時の一生懸命な表情。毎週の打ち合わせで交わす真摯な言葉。すべてが本物だってずっと感じていました。声に込められた確信に、銀貨さんの瞳が潤んでいく。部長の話はうまく組み立てられていました。でも、銀貨さんを知っている人間には、それが嘘にしか聞こえない。夕暮れの光が差し込む応接室で、俺たちは向かい合っていた。銀貨さんの方を一筋の涙が伝っていく。信じてくれてありがとう。その言葉に胸の中で温かいものが広がっていった。部長の巧妙な嘘も俺たちの信頼を壊すことはできなかったのだ。でも、私、一つだけあなたに黙っていたことがあるの。ゆっくりと顔を上げた銀貨さんの瞳が揺れている。5年前、あなたが助けた駅で暴漢に襲われていた女性は、私なのよ。その告白に俺は息を飲んだ。あの時、私逃げ出してしまって。銀貨さんの声が震える。本当は救急車を呼ぶべきだった。でも、その時の私は、ただ怖くて。銀貨さんは両手で顔を覆い、言葉を詰まらせる。暴漢に絡まれて、それを助けてくれた人が怪我をして、私のせいで見知らぬ人が苦しんでいる。その事実が怖くて、申し訳なくて、気がついたら走って逃げ出してたの。深いため息をつきながら、銀貨さんは続けた。それから何度も、あの駅に行ったわ。お礼を言いたくて。でも、もう会うことはできなくて。銀貨さんはそっと目を伏せた。そんな時、あなたと会った。初めて会った時、すぐに分かった。私を助けてくれた人だって、謝ろうって。両手を強く握りしめながら、銀貨さんは言葉を継いだ。だけど、第六くんが資料を落とした時、右腕の動きがぎこちなかったのを見て気づいた。あの時のことが原因で後遺症が残ってるって、私のせいで。そう思うと、だんだん怖くなっちゃって言えなかった。肩を小さく震わせながら銀貨さんは続けた。あの日、あなたの資料のミスが見つかった時、私は一生懸命父を止めたの。第六さんのせいじゃないって。でも、父は私の言うことなんて全然聞かなくて、結局、私の声は届かなかった。銀貨さんは深いため息をつき、か細い声で続けた。また私は、あなたの人生をダメにしちゃった。5年前は怪我を負わせて、今度は仕事まで、私がちゃんと確認しなかったばっかりに、せめて、私にできることがあれば、そう思って起業の手伝いを申し出たの。でもそれすらも、あなたへの贖罪でしかなくて、本当に私って最低。そうやって許されてる気分になっていたのよ。最後の言葉は、ほとんど囁くようにこぼれた。銀貨さんの告白が胸に重くのしかかる。あの日から、彼女はずっとこんな思いを抱えていたのか。毎週の商談も、起業の手助けも、すべて贖罪のためだったなんて。やめてください。俺は静かに、でもはっきりとした声で言った。銀貨さんが濡れた目で俺を見上げる。そんな風に考えるの、もうやめてください。銀貨さんは気づいていないかもしれませんが、それって、七瀬社長がやっていることと同じことなんです。え？娘だからという理由で、あなたの実力を正当に評価しない。贖罪の気持ちという理由で、俺との商談を続ける。どちらも、相手をちゃんと見ていないんです。俺は立ち上がって窓際まで歩き、空を見上げた。あの日、俺は自分の意志で銀貨さんを助けました。その結果として腕を痛めたのも、俺の選択です。誰のせいでもない。むしろ、その経験があったから、今の俺がいるんです。だから、もう贖罪なんて言葉は忘れてください。これからは取引先として、対等な立場で向き合っていきたい。お互いの実力を正当に評価できる関係でいたいんです。振り返ると、銀貨さんが呆然とした表情で俺を見つめていた。その目から大粒の涙がこぼれ落ちた。ごめんなさい。本当にごめんなさい。銀貨さんは
震える手で涙を拭いながら言葉を継いだ。私、ずっと第六さんに申し訳なくて。銀貨さんは震える手を胸元で握りしめ、うつむいたまま言葉を継いだ。でも怖くて言えなかった。あなたに嫌われたらどうしようって。その声は次第に小さくなり、最後はほとんど囁くような響きになる。毎週の商談が私の心の支えだった。あなたの真摯な仕事ぶりも、優しい心遣いも全部。夕暮れの光が差し込む応接室で、銀貨さんの肩が小刻みに震えている。でも、そんな気持ちを抱く資格なんて、私にはないのに。あなたの人生を2度も台無しにしておいて、あなたのことを好きになるなんて、そんな権利、私にあるはずない。涙が頬を伝え落ちる。もう隠そうともせず、ただ静かに泣いていた。それなのに私。銀貨さんは初めて顔を上げ、潤んだ瞳でまっすぐに俺を見つめた。あなたのことが好きなの。その告白に胸の奥が熱くなった。銀貨さんのまっすぐな思いがまるで波のように押し寄せてくる。俺も銀貨さんが好きです。震える声で、でもはっきりと伝えた。銀貨さんの目が大きく開かれる。私なんかを、本当に？はい。銀貨さんの凛とした強さも、時折見せる優しい表情も、真摯に仕事と向き合う姿も、すべてが好きです。言葉を詰まらせながらも、思いのままに続けた。金曜日の商談も、実は密かな楽しみでした。厳しい指摘の中にも温かみがあって、銀貨さんと話していると、自然と前を向けるんです。穏やかな沈黙が流れる中、二人は互いの気持ちをかみしめていた。あ、ごめんなさい。こんなに取り乱しちゃって。銀貨さんが少し照れたように目を伏せ、ハンカチで頬を拭う。私らしくないわよね。いつもの凛とした社長令嬢はどこへ行ったのかしら。その言葉に、俺も思わず笑みがこぼれる。いえ、そんな銀貨さんも素敵です。もう、からかわないでよ。銀貨さんが軽く肩を叩いてくる。その仕草に緊張が解けていくのを感じた。改めて、銀貨さんが一呼吸置いて、いつもの凛とした表情を取り戻す。でもその瞳には、柔らかな光が宿っていた。これからよろしくね、第六くん。はい。こちらこそよろしくお願いします。互いにうなずき合う二人の間に、新しい絆が芽生えたのを感じた。次の瞬間、銀貨さんが時計を見て、少し慌てた様子を見せる。あ、もうこんな時間。明日の会議の資料、まだ確認しないといけないのよ。そうでしたね。一緒に見ていきましょうか。ええ、お願い。立ち上がった銀貨さんが、カバンから分厚いファイルを取り出そうとする。しかし、その時だった。あ、緊張から解放されたせいか、普段の丁寧な仕草が崩れ、ファイルが床に落ちる。バサッという音とともに、書類が散らばった。ごめん、すぐに拾うわ。両手で散らばった書類を集めようとする銀貨さん。俺も慌てて手伝おうとした。その時、一枚の資料が目に入った。それは、感動観光とシメオンランドが進めている新規プロジェクトの資料だった。それを見た瞬間、背筋が凍る。待ってください。この数字おかしい。過去3年分の実績データと照らし合わせながら、俺は素早く計算を進めた。コストの積算、稼働率の予測、季節変動の係数、すべて俺が長年培ってきた第6メソッドのチェックポイントだ。新規アトラクションの初期投資が10億円なのに、初年度の原価償却費が3000万。これじゃあ、30年以上かけて償却する計算になる。テーマパーク業界では通常10年で償却するのに、さらに細かく数字を追っていく。それに集客予測。ここのピーク時の数字、1日の収容能力を 40% も超えている。こんなの、物理的に不可能です。どういうこと？銀貨さんが不安げな表情で俺を見つめる。しかもこの資料、午前中の打ち合わせ用に作られたはずなのに、更新時間が10分前になってる。え？通常、こういった重要な企画書は前日までに作り込むはず。なのにこんな直前に。銀貨さん、今から言うことをよく聞いてください。俺は静かに、しかし力強い声で話し始めた。このプロジェクトの背後に潜む恐ろしい計画について。数日後、俺と銀貨さんは
シメオンランドの応接室で黒田部長を待っていた。午後6時。窓の外では残照に染まった高層ビル群が静かに夕暮れに沈もうとしていた。来ました。銀貨さんが小さくつぶやく。廊下からゆっくりとした足音が近づいてくる。応接室のドアが開き、黒田部長が現れた。こんな遅くにどうしたんだ？部長はいつもと変わらない表情で微笑んでいた。だが、その目は何かを警戒するように、俺たちの一挙手一投足を観察している。部長、このプロジェクトの真の目的についてお話しさせてください。俺は静かに切り出した。部長は軽く首をかしげる。真の目的。君らしくない言い方だね。すべて分かったんです。銀貨さんが一歩前に出る。初期投資を過大に見積もり、工期を意図的に短く設定し、ありえない集客予測を立てる。すべては、私たちの会社を破綻に追い込むための罠でした。なんだい、そんな深刻な顔をして。部長は、まだ取り繕おうとしていた。単なる試算の誤りだよ。若い君たちには経験不足かもしれないが。違います。俺は部長の言葉を遮り、資料を広げた。工期の意図的な改ざん、予算の操作、すべて証拠があります。昨日、シメオンランドの財務部からも非公式に確認を取りました。部長の表情がわずかにこわばる。それに、この企画書の最終更新時刻、午前の会議の10分前です。こんな重要な資料を直前に急いで改ざんする必要がどこにあったのでしょうか？それは。そしてこの予算案を見てください。アトラクションの原価償却期間が通常の3倍以上に設定されている。これは明らかに意図的な操作です。10年で回収できる投資を30年以上かけさせようとする。その頃には、彼女の会社は、黙れ！突然、部長の怒号が響く。その声に、応接室の空気が凍りついた。お前に何がわかる？部長は、震える手で机を強く叩いた。その目には、もはや理性の光は残っていない。20年だぞ。20年間この業界で生きてきた。誰よりも一生懸命に働いて、誰よりも真面目にやってきた。それなのに全てを奪われた。大切な担当先も、昇進のチャンスも、そして。部長はゆっくりと銀貨さんの方を向いた。その目には、激情と悲しみが入り混じっている。そして、あなたまでも。部長。銀貨さんが息を飲む。なぜですか？銀貨さんのことを思っているのに、なぜこんな卑劣な手段を？彼女がどうなってもいいんですか？あなたのやっていることは、公私混同の域を超えてますよ。俺は感情が抑えきれず、声を荒げていた。お前に何がわかる？部長が嘲笑うように吐き捨てる。数字ばかり追いかけて、ミスのない資料作りに執着して、お前のような男に人の感情の機微なんて理解できるはずがない。私の気持ちなんてわからないさ。私は本気だったんだ。銀貨さん、あなたのことを本当に愛していた。毎週の商談が私の生きがいだった。なのに、第六のような数字オタクの若造が現れて、あなたは私を男として見てくれなかった。でも彼には笑顔を向ける。あの優しい表情を、私の前では一度も見せてくれなかったのに。その言葉に銀貨さんが一歩前に出た。部長、間違っているのは、そういう考え方です。凛とした声が応接室に響く。第六さんは、決して数字だけを追いかけているわけじゃない。彼の作る資料の一つ一つに、人々の笑顔への思いが込められている。そして何より、私の意見を、ただの社長令嬢としてではなく、一人の営業担当者として真摯に受け止めてくれる。そんな彼の姿勢に、私は心惹かれたんです。その言葉に、部長の表情が崩れていく。感動観光を潰せば、あなたは私に助けを求めてくる。そう思い込んでいた。部長の声がうつろに響く。窓の外では東京の夜景がきらめき始めていた。私はずっと人との距離の取り方がわからなかった。ゆっくりと窓際に歩み寄りながら部長は遠い目をする。小さい頃から成績だけが取り柄の冴えない子供でした。女の子と話すことすらできず、いつも本だけが友達。高校でも大学でも恋愛なんて縁のない人生だった。部長の声がわずかに震える。
この業界に入って、やっと自信が持てるようになった。数字を読み解き、戦略を立てる。それなら私にもできる。でも人の心は相変わらず読めなかった。窓に映る自分の姿を見つめながら部長は続けた。そんな私に銀貨さんは優しく話しかけてくれた。資料の細かい間違いも嫌な顔一つせず指摘してくれて、あの笑顔に私は救われたような気がした。切なく微笑んで部長は振り返る。でも、それは私の思い違いだった。銀貨さんは誰に対してもそう接する人だったんですね。私だけに向けられた特別な優しさなんて、ただの勘違いだった。部長。銀貨さんが心配そうにつぶやく。人は皆、私から離れていく。両親も友人も恋人も。だから今度は強引にでも縛り付けておこうと。そんな歪んだ考えが頭の中を支配していった。部長は深いため息をつく。昔から私はそうやって物事を自分の思い通りにしようとしてきた。部下たちも取引先も全てを私の描いたシナリオに従わせようとして、きっとそうすればもう誰も離れていかないと。結局、私の愛なんてただの独りよがりだった。相手の気持ちを考えることもせず、自分の孤独を埋めるために無理やり支配しようとする。そんな歪んだ感情を愛だなんて笑止千万だ。部長の声にはもう先ほどまでの劇場は感じられなかった。ただ深い諦めと自重の色だけが残っている。すべては私の独断です。改ざんした資料も偽装した数字もすべて私がやりました。今から経営陣にすべてを報告させていただきます。その時、俺は思わず部長を呼び止めていた。部長。今の私があるのは部長のおかげなんです。何を言っている。部長が振り返る。その目は困惑に満ちていた。入社2年目の春、あの単位の打ち間違いの件を覚えていますか？取引先から厳しい指摘を受けて、私が落ち込んでいた時、部長の表情がわずかに変わる。部長は私に言いましたよね。君の几帳面さは必ず武器になるって。私のフォーマットを改良してくれて、チェック項目も一緒に考えてくれた。まさか、あんなことを覚えているのか。はい。あの時の部長の言葉が、今でも私の支えになっています。だから、大六君。部長が絞り出すような声で言う。もう一つ、君に話しておかないといけないことがある。実は、あの時のデータの改ざんも私がやった。え？君を首に追い込んだあの資料も、私が細工したんだ。君のパソコンに細工して、無断で数字を書き換えて。俺は息を飲む。しかし、意外にも怒りは湧いてこなかった。お前は、どこまでお人よしなんだ。部長が苦笑する。そんな私の仕業を知っていながら、まだ昔の部長を慕ってくれるなんて。部長がそんなことをするはずないって、ずっと信じていました。俺の言葉に部長の目が潤む。君は、本当に立派になったな。そう言って部長は、かつての部下である俺に、深々と頭を下げた。申し訳なかった。そして、ありがとう。部長の背中が少し軽くなったように見えた。その後、すべてを打ち明けた黒田部長は、会社から懲戒処分を受けた。部長は、グループ会社の地方支社に異動となり、小さな観光地の開発に携わることになった。俺は時折、そんな部長からの近況報告のメールを受け取る。部長は最初、戸惑いが大きかったようだ。シメオンランドのような大規模レジャー施設とは違う、地方の小さな観光地で何ができるのかと。でも、地域の人々と触れ合ううちに、観光業の新しい可能性に気づいていった。華やかなアトラクションこそないが、その土地ならではの魅力がある。地元の人々の温かさに触れ、訪れる人の心に残る思い出を作る。そんな観光の原点に部長は出会ったのだという。今では地域活性化のリーダーとして地元の観光協会からの信頼も厚い。若手社員の育成にも熱心に取り組んでいる。ミスを恐れるな。でも同じミスは二度と繰り返すな。部下を指導するとき、部長はかつて自分が俺に言った言葉を自分への戒めとしても噛み締めているという。大六君、この地で私もやっと本当の観光の仕事に出会えた気がする。
派手さはないけれど、一人一人のお客様の笑顔が見える。ここに来られて本当に良かった。そう締めくくられているメールに、俺は密かな安堵を感じていた。部長が新しい観光の形を作るプロフェッショナルとして、戻って来られる日を楽しみにしています。返信メールにはそう書き添えた。金曜日の午後3時、俺は感動観光の会議室に向かっていた。事件から一月が経ち、やっと以前のような日常が戻ってきた。エレベーターを降りると、思いがけない人物が待っていた。やあ、大六君。七瀬社長だ。最近は東南アジアでの新規事業に忙しく、本社に姿を見せることは少ないと聞いていた。銀貨に聞いたよ。随分といい企画を出してくれているそうじゃないか。いえ、まだまだ未熟者です。謙遜することはない。社長は微笑みながら、俺の肩に手を置いた。それと、あの時は申し訳なかった。突然の言葉に、俺は戸惑いを隠せなかった。銀貨から聞いたよ。君の腕のことも、5年前のことも。社長の声がわずかに震える。あの時、私は娘を助けてくれた恩人を、何も知らずに追い詰めてしまった。しかも君は、黙って全てを受け入れて。社長、君のような人材を見逃すところだった。これは経営者として、父親として大きな過ちだった。深々と頭を下げる社長に、俺は慌てて両手を振った。いえ、そんな。むしろ、あの経験があったからこそ、今の私があるんです。社長の表情が柔らかくほころぶ。君なら信頼している。これからも娘をよろしく頼むよ。その言葉に込められた意味の重さに、思わず息を飲む。しかし、社長は何事もなかったかのように、にこやかに立ち去っていった。お待たせ。背後から聞こえた声に振り返ると、そこには銀貨さんが立っていた。以前と変わらない凛とした姿。でも、その表情は柔らかく、温かみを帯びている。今日の企画について少し修正を加えてみたの。大六くんの意見を聞かせてもらえる？そうして始まる金曜日の商談。それは、俺にとってかけがえのない時間だと、つくづく感じた。資料に目を通す銀貨さんの横顔を見ながら、ふと右腕がうずいた。天気の悪い日は、まだ時々痛むことがある。また腕、痛むの？銀貨さんが心配そうに、俺の方を見つめる。大丈夫です。慣れてますから。私が代わりに入力しようか。そう言って、銀貨さんが自然な仕草でキーボードに手を伸ばす。これくらいさせてよ。あなたが私のために痛めた腕なんだから。優しく微笑む彼女の瞳にどこか懇願するような色が浮かんでいる。ね、私、これからもあなたの右腕になりたい。彼女がそう言うと、俺たちはどちらからともなく唇を重ねた。俺たちはこれからもきっと二人三脚で新しい感動を作っていくのだろう。そう思うと、右腕の痛みさえももう愛おしく感じられた。たとえ目の前の壁が高くても、誠実に仕事と向き合い続ければ、必ず道は開かれる。不当な扱いを受けても、誠実さを貫けば、必ず誰かが見ていてくれる。そして、その積み重ねはいつか大きな実を結ぶ。そのことを忘れずに、これからも歩んでいこうと思う。